ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、キャンペーンマップ第15章の最後の敵である、シーモアの倒し方について簡単に解説しようと思います。シーモアを倒した際の恩恵というものは特になく、強いて言えば、赤色のヒーローのソウルストーンを1箱もらえる程度です。ですので、ヒーローウォーズの遊戯を始めてから早い段階でシーモアを倒さなくても、何ら不都合は生じません。カーク信者の場合だと、ヒーローウォーズの遊戯を開始してから1年11ヶ月目でシーモアを倒したくらいですから、シーモアを倒す目的だけで、特定のヒーローを育成するといった必要はないと思います。シーモアの攻略法についての知識があれば、総合パワーが低いチーム編成でシーモアを倒すことも可能となりますが、ヒーローをマックスパワーまで育成すれば、攻略法など知らなくてもシーモアを自然と倒せるようになるでしょう。最も有名な、シーモアの倒し方の話をするよ。シーモアの攻撃は戦闘開始から35秒の時点から始まり、魔法ダメージを与える炎の全体攻撃が5人のヒーローに降り注ぎます。この後のシーモアの攻撃は必ず同じパターンが続くので、シーモアが画面上部のオーブを掴んだら、マーサのスキルを発動させてから、フェイスレスのスキルを発動させる作業の繰り返しとなります。マーサのスキルを発動させるとヒーローの動きが速くなり、マーサのスキルをフェイスレスがコピーすることで、さらにヒーローの動きが速くなります。そして、動きの速くなったヒーローたちが、オーブが砕ける前にオーブの手前の2つの岩を破壊すれば、シーモアに大ダメージを与えることができるようになるのです。シーモアが掴むオーブは3種類あり、画面左から炎、大地、水となっていて、それぞれの岩を破壊した際の恩恵は異なります。画面上部のオーブを破壊した際のシーモアに与えるダメージの大きさは、炎が最も大きく、次に大地、水の順番になりますので、シーモアが炎と大地のオーブを掴むタイミングでマーサのスキルを発動させると良いでしょう。ヒーローのパワーが低い時点でシーモアを倒したい場合は、シーモアがオーブを掴んでからすぐにマーサとフェイスレスのスピードアップのスキルを活用しないと、シーモアを倒せません。しかし、ヒーローをマックスパワーまで育成すれば、オーブの破壊を意識しなくてもシーモアを倒せるようになるので、シーモア討伐のためだけに特定のヒーローの育成を頑張る必要は決してないのです。まあ、カーク信者の場合は、いつかシーモアを倒せればいいやとのんびり考えていたら、気がつけばヒーローウォーズの遊戯開始から1年11ヶ月が経過していたんだよ。シーモアを倒せなくてシーモア関連の動画を投稿できずに焦っていたんだけど、オートボタンを押しただけの戦闘だと、いつまで経ってもシーモアを倒せなくて、仕方なく手動で戦ったんだよね。そうしたら、簡単に倒せてしまって、もう少し真剣にシーモアについて研究すべきだったと反省してるんだよ。あはは。シーモア討伐に必要なヒーローについて、話をするよ。シーモアをチームの総合パワーが低い時期に討伐したいのなら、マーサ、フェイスレス、ジュー、カーク、アスタロスといったチーム編成で戦う必要があります。シーモアからの最初の魔法攻撃に耐えなければならないので、お亡くなりになるヒーローを蘇生させる目的でアスタロスが必須となりますが、11万パワーまで各ヒーローが育てば、一人のヒーローも倒されることなく、時間切れまで戦闘を継続できるようになります。ですので、カーク信者が思うに、自分の好きなヒーローでシーモアが倒せるようになるまで、気長にシーモア討伐を考えてみてはどうでしょうか？でも、1年11ヶ月目でシーモアを討伐するのは、あまりにも時間がかかりすぎじゃね？シーモア討伐の必要性を感じていなかったので、ここ数ヶ月は、シーモアを討伐しようという考えにすらならなかったんだよね。話をまとめるよ。シーモアについての詳細データが必要な人は、Google で検索すると情報がいくらでも出てきますので、それらの資料をご覧になっていただけたらと思います。シーモアを倒したいと考えている人にお伝えしたい要点だけをまとめて話をすると、シーモアが画面上部のオーブを掴んだら、手動操作でマーサ、
フェイスレスの順にスキルを発動して、その後はスキルゲージが溜まったヒーローのスキルを発動して攻撃するのがシーモア討伐のコツになります。この一連の手順を踏んでもシーモアを討伐できないのなら、それはヒーローのパワーが足りないだけなので、数ヶ月後に再度チャレンジすれば、いつの間にかシーモアを倒せるようになっているはずです。シーモア討伐の推奨戦力としては、総合パワーが45万程度必要で、魔法防御、HP、攻撃力重視の育成は最低条件となります。マーサ、10、フェイスレスの育成の目安は、パワーで言うと4万5000程度となり、タンクと DPS は、それぞれ11万パワーほど必要になります。なお、この動画の冒頭でもお伝えしましたが、シーモアを倒したからといって、何か特別な恩恵を受けることはありませんので、気の向くまま、いろいろなチーム編成でシーモアと戦ってみてはどうでしょうか？カーク信者の場合、シーモアを倒した際のチーム編成は、アスタロス、カーク、オリオン、フェイスレス、マーサでしたが、総合パワーはすでに71万6000に到達していました。つまり、カーク信者は、バーチャファイターや鉄拳といった格闘ゲームが苦手ってことなんです。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。